どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、苔取生態は何を入れていますでしょうか？代表的なところで言えば、ヤマトヌマエビやオトシンクルスですが、他にも様々な種類の生態がいます。個人的にはアイコンにするくらいオトシンクルスが好きで、その愛らしい姿と一生懸命苔を食べる姿はずっと見ていても飽きません。そんなオトシンクルス、壁面の苔は掃除してくれるんですが、糸状の苔だったり固めの苔はあまり食べてくれないです。立ち上げ初期に出る茶苔には効果てきめんで、生態メインで飼育してて茶苔にお困りの方は、1匹オトシンクルスを入れるだけで翌日にはピカピカになってること間違いなし。ただ茶苔は水質が安定してくるとあまり発生しませんし、そもそも除去が簡単なのでそこまで気にすることもないんですよね。そういった意味ではやはりヤマトヌマエビが最強の苔取り生態として君臨していると思います。入手性、価格、苔取り能力すべてにおいてこいつに勝る生態は今後出てこないのではないでしょうか。以前動画にした通り、人の手で頑張っても取れないアヌビアスについた頑固な反転状苔も数週間で綺麗にしてくれます。そんな安くて手に入りやすいのに大体の苔を駆除してくれるヤマトヌマエビなんですが、一つだけ欠点があります。それはでかいことです。正直見た目は好き嫌いがあり、なんか虫っぽくて嫌とかでかすぎて怖いとかいう人が多い印象があります。個人的には普通にエビにしか見えないんで不快感はないんですが、小型水槽になってくるとどうしても存在感が出て導入を躊躇する方もいると思います。そうなってくると大体の方がミナミヌマエビに手を出すことが多く、選択肢としてはミナミとヤマトの2択になりがちです。ただミナミヌマエビは淡水でガンガン繁殖するため、一度調子づくと手がつけられないレベルで増えていきます。増え始めるといつの間にか3桁台になることも少なくなく、苔取り用に入れてたのに苔の原因になっちゃうなんてこともしばしば。また苔取り能力もそこまで高くなく、大量に入れないと効果を発揮してくれない場面が多いです。そんな感じなんで、ヤマトヌマエビよりも大きくなく、勝手に増えずにしっかり苔を取ってくれる生態いないかなと、都合のいいことを考えてしまうのが人間の差がです。というわけで今回は、ヤマトよりも大きくならないのに、苔取り能力はヤマトに匹敵するレベルと噂の苔取り生態を、実際に大量購入して効果を検証してみたので、ぜひ最後まで見てやってください。それでは早速開封していくんですが、今回は久しぶりのチャーム便です。関東にある関係上、なかなかチャームで生態を買うことはないんですが、今回の生態はチャームでしか取り扱ってるのを見たことがないので購入。なかなかのデカさの発泡スチロールで送られてきました。ちなみにこの中には他の苔取り生態も一緒に入っています。その生態に関してはまた今度動画で取り上げるのでお待ちください。正直他の生態であればここまで大きい発泡スチロールじゃなくてもいいんですが、エビに関しては水質や水温に敏感なところがあるので、水量多めでパッキングしてくれているんだと思います。案の定2種類の生態を購入して3つのパッキングに分けられていました。さすが通販最大手チャーム、梱包は抜かりないです。開封が完了したらパッキングから生態を取り出していきます。水量がえげつないのである程度捨て水をしてから水合わせを行います。このままの水量で点滴ほどかしてたら日が暮れちゃいますからね。個人的には生態の数にもよりますが、多くてもだいたい 2,3 リットルにしてから水合わせしてます。特に根拠があるわけではないんですが、感覚的にこれくらいが数時間点滴を行ってある程度飼育水に近づけることができる気がします。ちなみにエビの足場になっているネット的なものは邪魔なので水合わせの際は外してます。どれくらいいるかも確認しづらいですし。ちなみにこうやって大量に生態購入した時って数が少なかったりしても開封するまでわからないですよね。今までネット通販を利用して数が少なかったことはないのであまり気にしてないんですが、開けると保証も効かなそうだしどうすればいいんだろうといつも疑問に思ってます。あとはいつも通り点滴法で水合わせをして終了。というわけで今回紹介する生態はこちら、トゲナシヌマエビです。価格は50匹で4500円。1匹あたりの価格は購入数に応じてだいぶ変動するのでご注意ください。
6匹から購入できるんですが、6匹の場合は1匹あたり200円です。30匹から100円を切るので、個人的には30匹以上購入することをお勧めします。この頃はまだ暑かったんですが、航空便不使用で試着なく届きました。本来であれば航空便適用の生態なので莫大な送料がかかるんですが、タイム便利用だけにしておけば1500円プラスで済むのでお得です。ちなみに九州の場合、タイム便も利用せず送料無料で発送してもらうと2日かけて送られてくるので絶対お勧めしません。エビ類は高水温に弱いイメージがあるので、2日かけの地域の方は春秋以外はタイム便だけはつけておきましょう。トゲナシヌマエビとは島根県以南の日本海側、太平洋側の静岡県以南、東南アジア、フィジーに生息するヌマエビの仲間です。最大体長は3から4センチ、適正水温は20から28度、水質は中性から弱アルカリ、餌は人工飼料から生き餌まで幅広く食べます。トゲナシヌマエビは名前の通り、頭部の顎角が短く、丸っこい体型をしています。ヤマトヌマエビと同じヒメヌマエビ属に属しており、水槽内を歩き回る能力が高いです。エビ類の中でも丈夫な方で、ヤマトヌマエビよりも小さいですが、淡水のエビとしては大型のため、ポケ取り能力も優れています。水質の適応幅も広く、エビには大敵なアンモニア濃度が高い環境や、高水温にも比較的順応してくれるそうです。極端に pH が低いと他のエビ同様飼育が難しくなりますが、弱酸性程度なら問題ありません。ただ、高水温に比較的強いといっても、所詮はエビなので、あまりにも暑い場合は対策が必要になることは念頭に置いておきましょう。基本的に高水温で溶存酸素量が低下するとエビは落ちてしまうので、そこは共通しています。また、漁病薬や水草の農薬などの薬品類にも弱いので注意が必要です。ここら辺の注意点に関しては、正直エビ全般に言えることで、トゲナシヌマエビが特別弱いわけではないので、ヤマトヌマエビが飼育できる環境であれば余裕で飼育することが可能だと思います。本営も特に問題なく、トゲナシヌマエビが口に入るレベルの生態がいない場合は、大体の生態と一緒にすることができます。一応他のエビとの混営もできますが、ミナミなどの小型のエビは餌の争奪戦に負けたりすることもあるので、そこら辺は水槽環境と相談する必要がありそうです。ちなみに繁殖に関してですが、現在ご覧の映像を見てもらってもわかる通り、抱卵個体がいます。ただ、ヤマトヌマエビ同様、海水でないと増えることができないので、ミナミヌマエビのように数が増える心配はありません。それでは生態の解説も終わったので、水槽内に導入していきたいと思います。今回導入する水槽は、以前も動画にした青緑に侵食され始めている60センチ気候石山岳レイアウト水槽です。この苔まみれ水槽を使って、本当にトゲナシヌマエビがヤマトヌマエビ級なのかを検証していきます。それでは導入。さすがに50匹もいるとエビシャワーも圧巻ですね。導入直後の映像がこちら。めちゃくちゃ青緑を食ってくれてます。器用に手を使って口に運んでますね。よく見てみると、もさもさの青緑を一本の糸のようにして食べています。まあ、引っ張ってるからそう見えるのかもしれませんが、うどん食ってるみたいに見えて可愛いです。導入直後で暴れ回るかと心配したんですが、ほぼほぼ全員が青緑を一心不乱に食べてくれています。いきなりこんなに働き始めてくれるとは思っておらず、正直びっくりです。果たして効果はどうでしょうか。というわけで導入から9日経った状態がこちら。目に見える青緑はほぼほぼなくなりましたね。先ほどの導入映像を見てもらったらわかるんですが、気候石についてたなびいていた青緑が一切ありません。ただ、ウォーターローンを近くで見てみるとまだ取り残しがあるようです。このように密生している部分はまだ手が届いていないようですね。まだ10日も経ってないので仕方ないとは思いますが、上から見るとこんな感じでほぼほぼ青緑は見えません。特に前回の手作業での青緑駆除では取れなかった奥側の植栽したてのウォーターローンについたものも綺麗にしてくれてます。ここら辺はエビの本領が発揮された感がありますね。それから3日経った導入後12日目の映像がこちら。完璧に青緑いなくなりました。ちなみに照明点灯時間は全くいじっておらず遮光もしていません。
手作業で駆除した数日後にはモサモサになる青ミドロを12日でここまで綺麗にできているので、噂にたがわぬ苔取り能力があることが証明されたのではないでしょうか。先ほど取り切れてなかったと言っていたウォーターローンに絡みついた青ミドロもこの通り、綺麗さっぱり取ってくれています。言わずもがな気鉱石やルドビチアスーパーレッドも綺麗になっています。正直ここまで早い段階で駆逐してくれるとは思わなかったのでびっくりです。というわけで検証結果、トゲナシヌマエビは苔取り能力が高い。ヤマトヌマエビ級かと言われればやや疑問は残りますが、馬力はある方だと断言できます。ただ問題点もいくつかあったので、そこら辺もお話ししておきます。まずは水草の食害です。9日目の映像を見てもらったらわかると思うんですが、結構な量水草の残骸が浮いています。これでも結構取った方なので、しばらくは弱った水草の残骸が水面に浮くことが予想されます。まあここに関しては健康な水草を選別してくれてるだけなのでありがたくはあるんですが、馬力が強い分葉が柔らかい水草などはヤマトヌマエビ同様食害に遭う可能性があるので気をつけてください。そして個人的に一番問題に思った点は、レイアウトの隙間からソイルを掘り起こしてしまうところです。南ヌマエビより大きくヤマトヌマエビより小さいのに馬力があるという特性上、ヤマトヌマエビでは掘り起こせない小さな隙間に入ってソイルを掘り起こしてしまいます。正直高さを出したレイアウトをしてなければそこまで気にしなくていいと思うんですが、水草レイアウトをしている場合は結構問題になってくると思うので気をつけてください。ここは如実に小さいのに馬力があるところが悪影響になりましたね。それ以降もそのまま飼育しているんですが、だいぶ盛り土している部分がやられました。ウォーターローンのような粘りの弱い水草の場合、浮いてくる原因にもなるんで、徹底的にソイル漏れを防止しておかないと痛い目を見ます。個人的には仕分けしている水槽にはヤマトヌマエビよりも不向きだと感じました。というわけで大きさもそこまで大きくならないのに、苔取り能力がピカイチなトゲナシヌマエビの紹介でした。気になった方は概要欄にリンクを貼っておきますので見てみてください。今後も皆さんのお役に立てるような情報を発信していきますので、ぜひチャンネル登録して次の動画をお待ちください。というわけで今回はここまで。Twitter と Instagram もやっておりますので、そちらも見ていただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。